松前三下がり、歌を探す旅。それは歌を探すだけではなかった。出会った歌の中にはアイヌの先人たち、シサムの先人たちがいた。共に生きていた。今の時代にそれをもう一度取り戻したい。共に生きる、共に歌う。前回さ、ほら三下がりの話をしてたじゃない。はいはいはい。で僕も三下がりって何なんだろうって少し勉強してて、なっちゃんの方がなんか見つかったりしてる？いや私も日舞の先生に三下がりのその楽譜があるのかとか、あと三下がりで三味線を弾いてね、鳴り物やる人いらっしゃるのかなとか、いろいろ松前に住んでて、そういう郷土芸能に詳しい方、いろいろ調べて見てたんですよ。ね、でも楽譜も昔のもので途中で音源が切れちゃったりとかして、なかなかきちっとした形で残ってるものを探すのが大変でしたね。僕ね、数年前に「江差追分け」を歌ってるかずみちゃんに出会ったんですよ。はいはい。かずみちゃんって知ってますか？はい。友達です。本当に？はい。で今回この松前三下がりのことをちょっとかずみちゃんに相談してみようかなって思ってるんですよ。すごいいいと思います。でやっぱり深い歴史のある歌を受け継いできた人がね、この歌探しに参加してくれたらどんなことが起きるかなと思っていて、すごい一番力強い助っ人かなと思ってるんですよ。いや本当ですね。私もなんか江差追分の和美さんが松前三下がりの歌を歌ってくれるのをすごい聞いてみたいです。僕も聞きたいし見たいし、ね、古いものを探すからなんか新しい扉を開くかもしれないね。そうかもしれない。そうね。その江差追分にトンコリで演奏したいって言ってくださって、私もその江差追分をいろんな楽器で歌わせていただいてるんですけど、トンコリは初めてでした。なんかね、直感なんですけど合うなっていうのがあって、でそういうこう北海道でアイヌの楽器と北海道の民謡が出会っていくっていうのがどうしてなかったんだろうっていうのがあって、でたまたまこういうチャンスをもらったし、でバッタリやって、お願いリハしないけど突然ですよね。リハなしでお願いしますっつって、そうでもそれってその歌が出会ってこう戸惑いながらもどこかを目指していくようなものをオーディエンスの人たちには感じてもらいたいっていうか、そんな落ち着けになっちゃうけど、そんなイメージだったんですよ。やっぱりその、北海道は日本の中でも割と開拓地であって、その歴史は浅いかもしれないんですけれども、その中でもやっぱりいろんな人たちがこう移り住んで、でいろんな文化もこの北海道に入ってきて、でアイヌ文化が昔からあって、でアイヌ文化の中にもムックリだったりそのトンコリだったりっていう楽器もあって、でやっぱり私もこの江差に生まれ育って江差追分を歌ってて、私の中でもやっぱりそのアイヌの文化とか音楽の世界ってすごく興味があって、だからこの間そのトンコリで江差追分を歌わせていただいたというのはすごい貴重な経験だったし、で自分の中ではトンコリで歌った江差追分をこう客観的に見た時に、なんか自分がその昔お母さんの母体の中生まれる前、中にこう気持ちよく、だからある意味子守歌なのかわかんないんですけども、なんかそういうね、気持ちを味わせていただいたなと思って。多分昔の人たちもそんな風にアイヌの人も日本の人も一緒に歌遊びしてたと思うんですよ。それを今の時代で僕なんかがトンコリ持ってきてこうやれるっていうのもまた先人たちが残してくれたものに感謝できる一つのものかなっていうのは思ってたんですよ。ちょうど僕がこの松前江差に来て学ぶようになって、こう松前三下がりっていう歌があるってことを知ったんですよ。で松前町のなっちゃんにも聞いたら、ちょっとひょっとしたらなくなるかもしれないっていうような話を聞いて、でそれねちょっと僕も調べてみたんですよ。そしたら松前の商人がアイヌの着物を着て
その三下がりを聴いてる絵とかに出会うんですね。はい、それで誰かこの歌探しを手伝ってくれないかなと思って、それで手伝って江差もね、江差追分と江差三下がりっていう歌があって、松前も松前追分と松前三下がりってあるんですけど、江差はまだこう歌い継ぐ人がいて、今も歌ってくれてる人がいるんですけど、松前三下がりと松前追分は、私自身もこう生で聴く機会がなくて、三下がりもね歌ったことがないんですよ。どういう多分きっと似てるんだろうなと思いながらも聞いたことがなくて、一緒に探しますか。お願いします。じゃあ松前三下がり探してみましょう。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はこの余市町に来たのはですね、今一つの歌を探していまして、松前三下がりという、その歌の最後に懐かしい淳の蝦夷衣っていう歌詞が出てくるんですよ。で、そういえば余市に淳を着た漁師さんの船に乗った絵があるなと思って思い出したんですね。あの絵はどういう絵なんですか？あれもともと神社にこう奉納されて、無事船がそこに着くと、その絵をお礼で神様にあげる絵なんですけど、あれがうちにあるということは、淳来てるんですけど、どこぞから来て余市に無事着きましたっていうので、神様ありがとうっていう絵馬なんですね。僕が今こう日本海沿い北海道のいろいろ回って歩いてるんですけど、やっぱりそのアイヌの格好をしたシサムというものにちょこちょこ出会う。で、そこってすごくそのアイヌとの争いの前の世界っていうのは、こうすごく豊かに共存していたんではないかなっていうのが見受けられて、そういったものがこう余市町にもあったかなっていう思いで探してるんですよ。でこれからもそういった探していって、日本海ってそのいろんな人が入ってきて出会うその昔、最初の場所だったと思うんですよね。そういった中で僕らはその憎しみとか争いの歴史で終わるんじゃなくて、その前の共存っていうところを探していきたいなと思っていて、これからもいろいろと教えていただけますか？もちろんです。わかりました。ありがとうございます。はい、皆さんはじめまして、こんにちは、トイトイです。こんにちは。今日は皆さんどういった人が来てるんですか？今日はですね、私松前三下がりを実際聞いたことがなかったので、その昔松前三下がりを実際聞いていた松前の方と、あと日本舞踊を習ってるので、その先生のお弟子さんたちと、私の先輩たちで一緒にちょっと聞いてみたいなって、どういうのが、昔の松前三下がりじゃなかったとしても、どんな松前三下がりがいろんな人に受け継いで今途絶えようとしてるのかなっていうことも含めて聞いてみたかったので、今日せっかく皆さんに集まってもらって、で僕もほら松前のことよくわからないんだけど、こう松前三下がり知ってらっしゃることを教えていただけますでしょうか？いえ、私もあまり詳しくはないんですけどもね、来た時点でもう文化財になってそれを継いでくれる人がいなくて、次から次と歌ってくれる人がなかなか難しいのか、つながらなかったんですよね。普段それを教えてるとこっていうのがなかったんで、なかなか広がっていかなかったと思うんです。なっちゃんも小さい頃聞いていた？いや、私もね、実は江差追分が大会があって、すごい素晴らしい会があるのに、私の母が「いや本当はね」って「松前三下がりもあるんだよね」ってずっとそれは聞かされてたんですよ。ただ松前三下がりの歌詞も知らなければ、松前三下がりを聞いたことがないので、何が松前三下がりなのかがわからないので、そういう意味では聞いてみたいなっていうふうに思います。そうですね、私も本当に今回松前三下がりを探す旅ということで、地元の江差の追分会館に音源絶対あると思って、で訪ねてって松前三下がりちょっと覚えたいから、音源をもらってですね聞かせていただいて、今回実は初めて
歌うんですけれども、やっぱりその昔の時代っていろんな歌い方があったと思うんですよね。なので私がその小焼歌謡館で聴かせていただいた方の歌をもとに、ちょっとこう練習させてもらったので、今日はその松前三下がりを皆さんにまずは聴いていただきたいと思います。おきは寒かろう来てゆかシャンセ情けあつしのえぞろもっていういやすごいです。いやいやいや、でもやっぱりあれですよね、その歴史の中で歌もこう生まれてきてるわけじゃないですか。で三下がりっていうつく民謡も全国各地にあるんですよね。例えば近場だったら青森県で、津軽三下がりとかで、私の地元江差も江差三下がりで、松前と江差の三下がりってこう割と似てるですよね。でもそのこの三下がりって松前三下がりも今回聞いて思ったんですけど、子どもの頃は割と地味な歌だなっていう風な感覚だったんですけど、なんかこう自分が年を取るにつれてこの三下がりってすごく情緒があって、その地元の江差三下がりもそうなんですけれども、あ、この歌を一人前に歌えるようになりたいっていう、そんななんかこう魅力がある歌で、で松前三下がりも今回この旅で自分も知ることができて、やっぱりその魅力があって、あ、なんか歌えるようになりたいなっていう、そんなこう情緒の詰まった歌ですよね。で歌詞が本当にこの津軽海峡の寒い海とか、なんかこう歌詞をよく聞くと、あ、やっぱり松前に沿った歌詞だなって改めて思います。そうですよね。そのもう当然歌詞もたくさんあると思うんですよ。今回今「沖は」っていう歌詞で歌わせていただいたんですけど、やっぱりその松前も目の前が日本海っていうもう素晴らしい景色で、だけどその予想以上にもう冬は荒波、でその荒波がそのこう少し静まったその春に魚がニシンとか来て、でたくさんの漁師さんが船出で出ていくわけなんですけども、その中でその現地にいる女性と、で安全を見守って行ってらっしゃいっていう、その時に沖はもう寒いから
せめてこれだけでも着てってっていうその蝦夷衣、なんか愛が詰まってます。いや本当なかなか初めて聞きましたけどどうなんですか、こういう感じだったんですか。私は原曲をちょっと原曲というか松前で歌われていた時の三叉狩をこう全く知らないので、今歌ってもらったのが松前で一番に歌うのは松前から始まる歌詞でやりますね。松前良いとこ、松前良いとこ、なんか私もしばらく松とお城とかって出てくるんですよ。町のなんかいいところのが出てくる。ちょっとしばらくもう10年も見てないから歌詞覚えていないんですけどもね、松前の宣伝してますよね。なんかいろんなやっぱり歌い手さんそれぞれでいろんな歌詞で歌われていますね。歌われていました。江差塩焼けだったらかもめから始まるのが有名みたいな感じで、いろんな人それぞれですね。何千番あるって言いましたっけ。江差塩焼けで2000ぐらい歌詞があるって言われてます。すごいよね。歌ってみたい。歌える。なんか難しい。なんか作とかいうやつが、絶対歌えないなと思うんだけど、あれっていうか自分もですね、その江差塩焼けをずっとやりだして、江差三叉狩って後から母歌なんですけど後からやりだしたんですよ。でも江差塩焼けより三叉狩の節の使い方の方が難しいなと思います。と思ってます。なんかこう落とすような、そのやっぱり日本舞踊とかでもなんかこうあるじゃないですか。かきじゃないじゃないですか。なんかそういう情緒とか優雅さみたいなのって抑揚っていうかね、そういう三叉狩にはそういうなんかちょっと女でもうっとりするような節が使われてますよね。それってなんか聞いていいというか、こうやっていいんですか。やっていいっていうか、我々すぐ今ね真似できるんですか。いやせっかくですからね、一緒になんか雰囲気だけでもね。さくちゃんはもうってできる。ではそう僕がこの松前三叉狩の歌詞を見てびっくりしたことがあるんです。はこの情けアイヌの蝦夷衣、この厚っていうのはアイヌの着物の種類なんですね。オヒオの木を裂いて生地にしたものなんですけど、まさか松前町からこういった歌詞が出てくるなんて思いもしなかったんです。でこれはきっと昔一緒に暮らしていたことを示してるんじゃないか。もしこの歌がきっと再生の歌だとするならば、僕らは背負わなくていい恐れや憎しみも取っていけるんじゃないだろうかという、なんかすごい希望が見えたんですよね。本当これの歌を皆さんで歌えるって素晴らしいことだと思います。じゃあさっき歌った松前三叉狩の歌詞を皆さんに配ったんですけど、おきはちょっと改めて、おきは寒かろ着てゆかシャンセ情け淳の蝦夷衣で、これで1番、1曲っていう感じなんですけど、ちょっと歌ってみますか。おきはって一番最初の出だし、たったそう3つ3文字なんだけど最初ね、このおきはこの3文字なんですけど、やっぱこう江差塩焼けにこう近いなっていうのはもうずっとでも母音だけで歌うっていう、ちょっとやってみましょう。きはちょっと高めにくる。おきはすごい皆さんやったそう、じゃあもう一回いきましょう。おきはその後行ったり来たりだね民謡って結構拳が行ったり来たりするんですけど、マスクしてると思うんじゃない。いや苦しくないですか。大丈夫ですか。ずっと呼吸をしないでずっとつなげるんですか。はい、今はこのおきはっていうのは基本的な途中でブレスはしないです。
もう一回やってみたい。もう一回やってみますか。やってみましょう。大きい大きいはこれぐらいのキー。せーの。大きいはすごいね。なんかお経みたい。あ、お経っぽい、お経っぽいね。そうだね。ところも割れた。うん。そうか。ところも。寒か寒かいいんだよ。裏声じゃなくて全然声出してくれていいからね。寒か体力使うね。汗かくね。松前さんさわりっていうなんか曲とかを知らなかったので、初めてこんな曲なんだなって思って歌ってみるのがすごく楽しかったです。なんか音程が高くなったり低くなったりしてて、ちょっと苦戦しちゃった。なんか普通の学校の音楽の曲にないような感じだもんね。音程があっててすごい楽しかった。なんていうか文化を伝えるっていうのがすごく興味があったので、すごい面白いなと思って聞けたのですごい良かったです。なんか復活っていう感じなんだろうなっていうのがすごく伝わって面白かったです。ありがとうございます。やっぱりこれからつなげていかなきゃないですね、こんないい歌をね。とっても伝統的ですごいこの日本に残していけたらいい文化だと思いますし、とても貴重な体験をさせていただいたのでありがとうございました。まず和美先生の歌声を聞いて鼓動がするとあとやはりこの歌詞ももちろんなんですけども、その海の情景が目に浮かぶというか、ぜひ松前の子どもたちが引き継いでつないでいってくれたらいいなっていうふうに思いますね。私もその隣町江差町で、松前とこう割と似た文化の中で、子どもの頃からその民謡を歌わせていただいてるんですけども、やっぱりね松前に住んでる皆さんもせっかくある民謡ですから、なんかこう工夫してぜひねこの素晴らしい松前三下がりっていう歌をね残して、なんか手伝いに来ることはもう全然大丈夫なので、まず松前に住んでる方がねこう楽しまないときっと次の世代にこうつながっていかないと思うんで、ぜひ歌ってください。はい、ありがとうございます。はい。僕もこの松前三下がりに出会って松前町に何回も通うようになって、まさかこの歌詞の中からアイヌの存在が出てくるなんて思いもしなかったので幸せです。そしてなんかこの世ねみんなと関われたこと僕の財産ですので、またこういうことを続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。いや歌そもそも子どもたちと初めて私が聞いた歌を横で和美さんが歌ってたらなんとなく横で歌えるんですよね。それがなんか民謡のすごいところかなっていうか、楽譜も何もないのにこの和美さんのこの手で私たち3人がなんかこんなんなって、それがやっぱり伝えていく第一歩だったのかなと思うとなんか面白いなと。そうですね。はい、楽譜通りではないけど、はい、これでなんかねなんとなく歌った気分って言ったら本当にねプロの前では申し訳ないんですけど、すごいいい機会だったなと思います。ありがとうございます。いやとんでもないです。
まあね、その楽譜とかっていうのはもう新しい時代の話であって、昔なんて楽譜がないから全部こう歌ったものを口伝え耳で聞くってもうそれで伝わってきてるんで、すごい上手だったよ。なんか歌ったことあるのかなって思うぐらいびっくりするぐらい、本当にすごい上手だったと思う。ね、歌もやろう。おき皆さん頑張りましたね。倒れました。松前さん下がり、忘れられたわけではない歌がある。僕たちはその歌に出会った。共に歌うため